はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月後半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。前回10月の日食までの流れを動画アップしていますので、そちらご覧になってない方はぜひそちらもご覧になってからこの動画に帰ってきてください。それから8月末まで先生術勉強したい人とかタロット勉強したい人に朗報なんですけど、サマーセールをやっていまして、テキストとか動画が全て 20% オフになっていますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド9、カップ6、ペンタクスキング、カップ7、ソード10逆、タワー逆、死神。面白そうな動きですね。ワンドの2、そして運命の輪の逆、オラクルは、はい、ソードキング逆です。いかがでしょうか。前回のね10月の日食までの動きとして、何かしらやっぱり人生にとって大きな動きがあるんじゃないかなという感じがしましたよね。もしかしたら生きていく環境そのものが変わるかもしれないし、お仕事や家族関係のこと、要するに人生にとってとてもどれをとっても大事ですよね。なんかそのことで変化があるかなっていう感じがしたんですけれども、この8月末だけでいくと、まず星の話でいくと、ちょっと今ね彗星が逆行中なので、特に8月15日以降っていうのはなんかちょっとお金のことを心配してみたりとか、これで良かったのかなっていう自分が過去に下した決断とか決定に対してまたちょっと迷いが生じやすかったりするので、あまりそこをまた掘っていかないようにしてくださいね。今ちょうどいろいろ混沌として考えやすい時だよっていうのがあるので、もう考え始めると沼に入るって感じがするので、客観的に見るというふうにしてください。そして8月20日が満月になります。でこの満月も非常にナイーブになりやすいので、そこで大きな決断をするっていうよりは客観視するようにしてくださいね。で8月23日から流れが変わってきます。でこれは8月23日からっていうのは、いろんなね策を練りたくなるっていうのはあるかもしれません。実際は好奇心が湧いたりとか、勉強したくなったり、非常に人とのコミュニケーションもなんか豊かになるっていうのかな、そこが増えるっていう感じはあるんですけども、増える分すごくなんか刺激をもらいすぎて感情が疲れたりするかもしれませんので、程よくっていう感じにしてくださいね。でも星で見ても8月26日以降とかその末に向けてはだんだんと落ち着いてきます。で特に8月29日がもう彗星逆行も終わりますし、豊かさというね金星も天秤座に入って、患者の皆さんにとっては心がほっとするとか、よかったみたいな、そんな感じもありますので、やっと8月末ぐらいに誤解が解けたとか、こだわってたことがやっと普通になったとか、素直に喜べるみたいな状態になるかもしれません。なのでちょうど8月20日までがなんかナイーブだなって感じがあり、それ以降いろいろ落ち着いてくるとともに、自分の思考はさらに活性化するので、友達とのやり取りとかね、そういうのはすごく楽しいと思うんですね。でも例えば SNS とかもめちゃくちゃ楽しくて、ずっとやってたら何時間も経ってたとか、それによってすごい頭疲れたとか目が疲れたってなるように、それによる弊害もあったりするので、ちょっとだけ遠目で見るみたいな、あまりどっぷりとはまりすぎないっていう風にしてみてください。でカードで見た時に言われてることっていうのが、何かをね止めていくっていうか、一つ卒業していくっていう風に出ていますよ。何でしょうこれは。まずね入り口がワンドの9で、何か自分が足りないもの、まだ自分は十分じゃないんだけどやらなくちゃいけないとか、十分じゃないからどうしようって言いながら、誰かに助けてもらいながらでもやりたいなみたいな、一応やる気はあるっていうような状態でも、ダメだとか思ってるような感じ
なんかまるで自分にはその資格がないのでこんな大役を任されてどうしましょうみたいな、そんな感じかもしれません。もしくは体力的に十分に回復してないのに何かをしなくちゃいけないみたいな感じかもしれません。でもなぜそれを任されるかっていうと、やっぱりすごくここまでやってきたことが素晴らしいからなんですよね。やっぱり頼られるとか頼りにされるとか何か言ってくれるっていうのは、それまでの動きを見てるから、できるって分かってるから頼んでくるみたいな感じ。でも自分はそんなに頼まれてもって思うかもしれませんし、なんかそこからすごくいろんな妄想が広がったりして、いやあれもしなきゃいけないしこれもしなきゃいけないしあれもっていろいろ考えてるうちに疲れちゃうっていう感じがありますので、すごく楽しいことやなんか嬉しいことが、楽しいこと嬉しいことって一言で言いたくないような感じがあるんですけど、なんだろうな、すごく自分が豊かなイマジネーションのもとに見える自分の可能性っていうのがいくつかあるんです。一つじゃなくて。でもそれを全部拾っていかなくちゃいけないってなるとすごくしんどいので、何を選びますかっていう、どれを選びますかっていう感じもします。でそのことになんかまだ準備できてないけどいいのかなと思ってバーって飛び込んだ時にダメだみたいな感じで自滅しそうな感じがあるんですね。自滅しないでくださいね全然ダメじゃないのにダメだと思い込んで自ら飛び込むみたいな感じがあるので、その本当に状況的にダメだったらストップするっていう感じにしてくださいね。何かねすごく干してみると情報がものすごく流れる時なんですね。で自分もすごくどこかに行こうとかフットワークが軽くなったりとかして、頭も行動も軽くなるみたいな感じの時なんですけども、自分のその軽やかな動きに対して周りの動きっていうのはそこまで軽やかじゃないっていう感じもありますので、なんかもっと行こうと思ったらそこが休みだったとか、例えば今すごいいい勉強をしたいからこれやってみようと思ったらものすごいそこの、専門学校に入るのに登竜門が高かったみたいなとか、なんかそういうような自分が行きたいと思っている方向に対してちょっとストップみたいなのがあるんですね。それはなぜかっていうと、本当にそれがないとダメですかっていうようなお問い合わせだと思いました。なぜかっていうと、その入り口が自分は足りていないとか自分はまだまだだっていう思いがあるから、何かを取りに行こうとするというか思うんだけど、カードが言ってくれてるのはそんなに自己ジャッジしないでくださいねみたいな、十分自分が今までの自分でできることがたくさんあるのに足りてない分を取りに行かなくちゃって思ってるけど、それ本当に必要ですかっていう問い合わせですよっていうことで、本当に必要なものだったらそれはできるけれども、必要ないものに関してはちょっとここでやめましょうっていうストップがかかるみたいな感じがあるので、ストップがかかるってことはそれだけなんか守られているっていうふうに思ってもいいかもしれないです。何か一つやめる、予定を変更するみたいなのとかそういうのがありそうですよ。多分でもそれはすごくいろんな情報が入ってきてるから、これいいかもこれいいかもって思ってたものに関して一つやめるって感じがあります。でちょっと前に、要するに8月の末の前に結構お金のこととかが出てきてる方も多かったと思うので、もしかしてそのお金に関したこと、なんか投資話とかね、なんかそういうのがあっていいのかなと思ってやろうとしたけどやっぱりやめたみたいな、そういうのもあるかもしれませんし、なんかねすごい身の丈に合わない大きなものを手にしようとしてそれにはたと気づいてやめるみたいな感じです、これは。なのですごく冷静な判断で自分に必要なものか必要じゃないものかを見てくださいっていうふうに言われています。そして自分ではなんかそれを手にするにはこれをやめなきゃいけないっていう思いあるかもしれないんですけど、別にそんなふうに何かを犠牲にしなきゃできないことはないし、あとタイミングをよく見てくださいねっていうふうにメッセージが来ています。興味深いですね。これを踏まえた上でちょっとねお仕事のことを見させてください。お仕事、女帝とソード8とワンドキングということで、仕事に関してはご自身がものすごく動いて頑張って何かをしなきゃ得られないというわけではなく、どちらかというと甘い汁が流れてくるみたいな
ちょっとラッキーな話がありそうなんですけども、でもそれをやるだけの余力は今自分にあるのかなっていう感じがあります。なので自分自身がやっぱり何かね、すごくこう入ってくる情報に対して自分はものすごくそれに応えなければいけないみたいな、そんな感じがあるので、お仕事ももし今すっごい忙しいんですだったら、それ以上の仕事を受けずに自分を許す、もっと休む時間を許すとか、その自分の理想の仕事をできる人間であるという理想像というものをちょっと置いてゆっくりしてもいいのかもしれませんね。仕事としては来るけれども受けれる状態なのかなっていうのと、本当にそこまでする必要があるのかなっていう疑問が湧いているような状態です。それとなのでそれを踏まえた上で自分ができると思ったらやったらいいし、いやちょっとここでちょっとストップしておきますとかだったらストップしても全然問題ないですからね。はい、ちょっと人間関係も見てみますね。人間関係、ペンタクルスのキング、女教皇、そしてペンタクルスの9ということで、人間関係に関しては昔からの知り合いだったりとか、すごく信頼できる人との関係性っていうのはありそうですね。そしてその人たちと関わることによって非常に自分の中にある繊細な感性っていうのがいい意味で揺さぶられて感化されたりとかして、すごく広がりそうです。自分の感覚が人を通して、そしていろんなチャンスっていうものも自分の中で思いつく感じがあります。おそらくなんですけど、この8月の後半までに入ってきた話で、いいな、いいかもなと思っていたものっていうのは一つ何かが中心になり、そしてさらにここから入ってくる情報や信頼できる人とか情報だったりとか話だったり人に会うということに関してはすごく聡明にいろんな可能性を見ていけて冷静になれるっていう感じがします。なのでぜひなんかね、友達と一緒に飲みに行くとかいう感じの人間関係じゃなくて、信頼できる人とか尊敬できる人とか頼れる人に相談したりとか、そういう人たちと関わることによって自分の思考がすっきりしたり、こうあるべきなんだなっていうのが分かるっていう感じがしますね。なんか真面目な関係性っていう感じがすごく、それが強調されています、この時期はね。そして最後にもう一枚ちょっとオラクルカードを引かせてください。はい、フォーカスということで、このカードを見て何かしら感じることがあれば皆さんも自分のね直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。そしてどんなメッセージを受け取ったのかよかったら聞かせていただけると嬉しいです。いいですね。非常にやっぱり何にフォーカスするのかっていうのが大事ですね。自分がこう決めたところとか注意を向けたところに光が注がれるよって感じがあるし、今私が感じる分にはですけども、海外の皆さんが今すごくこう全体を通して見ようとしているっていう感じがあるので、それに対しての全体を見た時に何が大事かっていうものをちゃんと分かるように宇宙はメッセージだったりとかエネルギーっていうのを送ってくれてるよって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ぜひね、すでにあるっていう感覚で必要なものを手にしていってください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。